なんで私だけみんなみたいにうまく生きられないんだろうって子供の頃からずっと感じてきませんでしたか？みんなが流行りの話題で盛り上がっている時も心のどこかでなんか冷めてる自分がいる。相談されることは多いのに自分の本音を話せる人は誰もいない。頭の中では現実よりもずっと鮮やかな世界が広がっている。もしこれを聞いて少しでもわかるって思ったなら、あなたは全人口のわずか1から 2% しかいない最も希少な性格タイプ INFJ かもしれません。お疲れ様です。今日はそんな生きづらさを抱えがちな INFJ について、本物の INFJ にだけ現れる50のサインをずんだもんと一緒に完全解説していきます。ひなたさん、50個もあるなんてすごいのだ。僕もいくつ当てはまるか数えながら聞いてみるのだ。いいですね。これから紹介する50のサイン30個以上当てはまったら、あなたはかなり高い確率で INFJ です。それでは早速始めていきましょう。サイン1、常に自分は浮いていると感じてきた。まず最初のサインです。INFJ の人は子供の頃から自分だけ別の星から来た宇宙人みたいって感じてきたはずです。周りの空気や感情は痛いほどわかるのに、自分の内面は誰にも理解されない。この集団の中にいるのに孤独という感覚、ずっとありませんでしたか？わかるのだ。みんなと笑ってても心の中だけシーンとしてる時があるのだ。そうなんです。INFJ は感情と論理の両方を使うので、複雑すぎて理解されにくいんですよね。サイン2、大人数より差しが好き。次のサインです。20人の飲み会より信頼できる友達と2人きり差し。深い話をする方が圧倒的に心地よくないですか？表面的な世間話を延々とするより、一人の人とじっくり向き合う時間の方がずっと価値があるんです。サイン3、電話が来るとビクッとする。そして突然かかってくる電話が大の苦手。なんで LINE じゃダメなのって思ったり、返信の文章を思考しすぎて結局送るのが遅くなったりしませんか？電話が鳴ると心臓が止まりそうになるのだ。何かやらかしたかなって不安になるのだ。わかります。自分のペースを乱されるのが本当にストレスなんですよね。サイン4、笑いのツボがブラック。次は意外な特徴です。普段は優しいのに、実はブラックジョークや皮肉が好きだったりします。他の人が引くようなシュールな冗談で一人でツボに入ったりしませんか？サイン5、人生2周目のような落ち着き。そして実年齢は若くても中身はおじいちゃんおばあちゃんって感じることがあります。精神年齢が高いね、達観してるねって言われ続けてきたんじゃないですか？いわゆる人生2周目感です。小学生の時から同級生が騒いでるのを元気だなって保護者目線で見てたのだ。まさにそれです。生まれつき物事を深く考える癖があるんですよね。サイン6、自分は INFJ じゃないかもと検索し続ける。これは面白い特徴なんですが、私って本当に INFJ なのかな、誤信じゃないかなと疑って検索し続けること自体が INFJ あるあるです。納得いくまで調べ尽くさない時が済まないんですよね。サイン7、独自のこだわりが強い。文章、音楽など何かを表現することが好きで、そこに対しては型破りなこだわりを持っています。流行り廃りよりも自分の美学を大切にしてきたはずです。サイン8、建前より本音、嘘が許せない。 INFJ は社会の建前やお世辞が苦手です。みんなそう言ってるからという嘘に敏感で、つい本当のことを言いたくなってしまう。それが原因で空気が読めないと思われたこともあるかもしれません。似合ってるねとか心にもないお世辞が言えないのだ。その誠実さが時に生きづらさになっちゃうんですよね。サイン9、感受性が強すぎて疲れる。深く感動できるのは才能ですが、同時に傷つきやすく疲れやすい諸刃の剣のような性格だと自覚していますよね。サイン10、永遠のなぜなぜ期。最後に大人になってもなんでどうしてという疑問はつきません。物事の本質を知りたがるので、興味のある分野の吸収力が半端ないんです。ここまでで10個なのだ。僕は9個当てはまったのだ。すごいですね。まだまだこれからですよ。サイン11、反対意見を分析したがる。自分と違う意見の人に対して否定する前に、なんでこの人はそう考えるんだろうと背景を分析したくなります。サイン12、一人の時間は燃料。一人で本を読んだり部屋でぼーっとしたりする時間は寂しい時間じゃなくて回復するための燃料補給です。これがないと生きていけません。サイン13、未来のビジョンは見えすぎる。こうすればもっと良くなるのにという改善案や未来の図が直感的に見えてしまいます。でもそれを説明しても周りには理想論だと言われてしまうことが多いんです。いいアイデアを出しても現実的じゃないって言われるのだ。そうなんですよね。INFJ のビジョンは多くの人には夢物語に聞こえてしまうんです。サイン14、お人よしすぎてしまう。自分のことより他人の幸せを優先してしまう癖がありませんか？私が我慢すれば丸く収まると考えてしまいがちです。サイン15、浅く広い付き合いより
狭く深く。よっとも、が100人いるより、何でも話せる親友が3人いれば10分。中身のない会話だけの関係なら、バッサリ切ってもいいとさえ思っています。サイン16、相手の、裏、が見える。相手の言葉そのものより、その裏にある、動機、や、本心、が透けて見えてしまいます。笑ってるけど目は笑ってないな、とか、瞬時に察知してしまいます。それ、すごくわかるのだ。でも指摘すると、考えすぎ、って言われるから黙ってるのだ。そう、当たってるのに言えないのが辛いところです。サイン17、脳内会議が忙しい。一日中、頭の中で自分自身と会話していませんか？反省会をしたり、シミュレーションをしたり、脳内は常にフル稼働です。サイン18、上辺だけの付き合いが苦手。マウントの取り合いや、腹の探り合いのような人間関係が本当に苦手です。裏表のない、誠実な人とだけ関わっていたいと強く願っています。サイン19、変わってくれる、と信じすぎる。ダメな人に対しても、根はいい人だから、と可能性を信じて、何度もチャンスを与えてしまいます。サイン20、ある日突然の、ドアスラム。でも、我慢の限界を超えると、ある日突然、はい、さようなら、と心のシャッターを下ろします。連絡先を消したり、ブロックしたり、これが INFJ 名物、ドアスラム、です。ドアスラムって怒ってやるの？いえ、怒りというより、ですね。もうこの人にエネルギーを使うのはやめよう、という静かな決断なんです。サイン21、聞き役のプロ。会話ではいつも聞き役。相槌を打つのが上手すぎて、相手が気持ちよく喋り続け、気づけば自分の話は全然できていない。なんてこと、よくありませんか？サイン22、自己犠牲がデフォルト。困っている人のためなら、自分の睡眠時間を削ってでも捨てようとしてしまいます。友達の相談に乗りすぎて、自分の締め切りに間に合わなくなったこと、何度もあるのだ。INFJ は、自分のことを後回しにしすぎてしまうんですよね。サイン23、口が硬い。ここだけの話、は墓場まで持っていきます。逆に、口が軽い人や噂話が好きな人は軽蔑対象になりがちです。サイン24、感情のスポンジ。周りの人のイライラや悲しみを、スポンジのように吸収してしまいます。隣に機嫌が悪い人がいるだけで、自分まで具合が悪くなるレベルです。サイン25、平和主義すぎる。争い事や怒鳴り声が本当に苦手。平和のためなら、自分が折れることを選びます。サイン26、妄想の世界の住人。現実世界よりも、頭の中の妄想世界の方が居心地がいいです。寝る前にストーリーを考えたりするのが至福の時間だったりします。僕も、布団の中で冒険してる時が一番楽しいのだ。そうですよね。INFJ の内面世界は、本当に豊かで複雑なんです。サイン27、変なところで完璧主義。どうでもいいところはズボラなのに、自分のこだわりポイントだけは、1ミリの妥協も許さない、という完璧主義が出ます。サイン28、AT フィールドが熱い。初対面の人には愛想よく振る舞いますが、心の AT フィールド、壁はめちゃくちゃ分厚いです。その壁の内側に入れる人は、人生で数人レベルです。サイン29、現実に絶望しがち。ニュースなどで理不尽なことを見ると、なんて汚い世界なんだ、と本気で落ち込みます。理想が高い分、現実の残酷さが辛いんです。サイン30、宇宙人扱いされる。考え方が独特すぎて、周りから、変わってるね、不思議ちゃん、と言われることは褒め言葉であり、悩みでもあります。ここまでで30個なのだ。僕は26個も当てはまってるのだ。かなり INFJ 気質が強いみたいですね。サイン31、人の成長を見るのが好き。誰かが才能を開花させたり、成長したりする姿を見ると、自分のこと以上に嬉しくなります。教育係やメンターに向いているタイプです。サイン32、HSP 気質がある。音、光、匂い、そして他人の感情、あらゆる刺激に敏感で、HSP の特徴と多く重なります。サイン33、人生相談の行列ができる。なぜか知らない人からも身の上話をされたり、重たい相談を持ちかけられたりします。この人なら受け止めてくれる、というオーラが出ているんでしょうね。でも、一生懸命アドバイスしても、結局、でも、って言われて終わることも多いのだ。あるあるですね。でも、INFJ は諦めずに、また捨てようとしてしまうんです。サイン34、世界平和を本気で願っている。世界平和、なんて言うと笑われるかもしれませんが、INFJ は割と本気で、どうすれば世界が良くなるか考えています。サイン35、作品に感情移入しすぎる。映画や小説、アニメなどで、キャラクターに感情移入しすぎて、見終わった後もしばらく現実に戻れないことがあります。サイン36、ソロ活が得意。一人映画、一人焼肉、一人旅、多くの人が寂しがる。お一人様、行動も、INFJ にとっては贅沢な時間です。サイン37、言葉にするのがもどかしい。感覚的なイメージで思考しているので、それを言葉にするのに時間がかかります。なんかこう、バーッと来て、みたいな擬音語が多くなるか、黙り込むかのどちらかです。頭の中では完璧な理論があるのに、口に出すとポンコツになるのだ。だから、話すより書く方が得意な人が多いんですよね。
サイン38、心理学や哲学が好き。人間とは何か、幸せとは何か、といった答えのない問いや、心理学の本を読むのが好きです。サイン39、第一印象が当たりすぎる。会って数分で、この人とは仲良くなれる。この人はやばい。という直感が働き、それは大体当たります。サイン40、身内には激ヤマ。普段は温厚ですが、家族や親友が傷つけられた時は、修羅のごとく起こります。大切な人を守るためなら、普段の平和主義はどこへやらです。ここまでで40個なのだ。いよいよ残り10個なのだ。そうですね。ラストスパート、行きましょう。サイン41、最後は、なんとなく、できねる。散々悩み抜いてデータを集めるんですが、最後の最後は、なんとなくこっち、という直感で決めます。そして、その直感は大抵当たっているんです。INFJ は決断する前に、メリット、デメリットを表にまとめたり、関係者に意見を聞いたり、徹底的に情報収集をします。論理的な分析も得意なので、客観的に見れば、どちらが正解か、はちゃんとわかるんです。でも、最終的にボタンを押すのは、理屈ではありません。胸の奥がざわざわする感覚とか、なんとなくしっくりこない違和感とか、説明できない、気持ち、の部分が決定権を握っているんです。理屈では、えい。なのに、心が、ピって叫んでて、結局、ピを選んで正解だったこと、何度もあるのだ。この直感は、実は無意識下で膨大な情報を処理した結果として出てくるものなので、驚くほど精度が高いんですよね。だから、なんとなく、を大切にすることが、INFJ にとっては重要な人生戦略なんです。サイン42、我が道を行く。周りが就職や結婚で安定を選んでも、自分だけ突拍子もない夢を追いかけたり、突然入学したり、理解されない道を選びがちです。INFJ は、普段は空気を読むのが得意で、周りに合わせることも上手です。でも、人生の重要な分岐点になると、急に、みんなとは違う道を選んでしまいます。親や友達から、もっと現実的に考えなよ、安定した方がいいよ、と心配されても、心の奥底で、これが私の道だ、という確信があるから、ぶれないんです。それは反抗心から来ているわけではなくて、自分の人生に意味を見出したい、魂が納得する生き方をしたい、という強い欲求があるからなんです。たとえ茨の道でも、妥協して、普通の人生を選ぶと、魂が死んでしまうような感覚になってしまいます。僕も、安定した仕事を辞めて好きなことを始めた時、みんなに反対されたのだ。でも、今は、あの時の決断は正しかった、って思えるのだ。その勇気、本当に素晴らしいと思います。INFJ は自分の内なる声に従うことの方が世間体や安定よりもずっと大切なんですよね。サイン43、ニュースを見るのが辛い。悲惨なニュースを見ると被害者の気持ちになりすぎて日常生活に支障が出るレベルで落ち込みます。テレビを消したくなる時がありますよね。他の人は大変だね、かわいそうだね、と言いながらも比較的すぐに日常モードに戻れます。でも INFJ は違います。戦争、災害、事件、虐待といったニュースを見ると、まるで自分が被害に遭ったかのように心が痛んで、何日も引きずってしまうんです。もしこれが自分の家族だったら、もし自分がその場にいたら、と、どうしても想像してしまう。そして、その想像があまりにもリアルで生々しくて、夜も眠れなくなったり、食欲がなくなったり、仕事が手につかなくなったりします。僕も、動物虐待のニュースとか見ると、1週間くらい引きずってしまうのだ。なんで世界はこんなに残酷なんだって、本気で悲しくなるのだ。共感力が高すぎるがゆえに、世界中の痛みを自分の痛みとして感じてしまうんです。だからこそ、自分の心を守るために、あえてニュースを見ない時間を作ったり、情報をシャットアウトすることも必要なんですよね。サイン44、オタク気質な、検索魔。興味を持ったことは、寝食を忘れて徹底的に調べます。その集中力とリサーチ力は、もはや研究者レベルです。何か新しいことに興味を持つと、INFJ は、ちょっと調べてみよう。では終わりません。関連する本を片っ端から読んだり、YouTube で解説動画を何時間も見続けたり、専門家のブログを隅から隅まで読み漁ったり、気づいたら朝になっていた、なんてこともしょっちゅうです。ブラウザのタブが20個くらい開きっぱなしになって、あれ、最初に何を調べようとしてたんだっけという状態になることもありますよね。でも、この、ハイパーフォーカス、とも言える集中力のおかげで、短期間で専門家レベルの知識を身につけることもあります。僕も MBTI にハマった時は海外の論文まで読み漁って友達に惹かれたのだ。でも止められないのだ。興味を持ったことに対する探求心が半端ないんですよね。そしてその知識を誰かに共有したくなるんですが、熱量が高すぎて惹かれることもあるという。でもこの探求心こそが INFJ の大きな武器でもあるんです。サイン45、お金よりやりがい。高収入でも心が死ぬ仕事より低収入でも誰かの役に立つ仕事を選びます。生きる意味を感じられないことが一番の苦痛なんです。もちろん
INFJ だって生活にお金は必要だということはちゃんと理解しています。でも、どんなに年収が高くても、毎日数字だけを追いかけたり、誰のためになっているのかわからない仕事をしていると、魂が枯れていく感覚になるんです。逆に、給料は安くても、この仕事は誰かの笑顔につながっている、社会に良い影響を与えている、と実感できる仕事なら、心から満たされます。生活のために働くのではなく、生きる意味のために働く。それが INFJ の価値観なんです。僕も安定してるのになんで辞めるのって言われたけど、心が死にそうだったから辞めたのだ。その決断、本当に勇気がいったと思います。でも、自分の心に正直に生きることが INFJ にとっては何よりも大切なんですよね。お金は後からついてくるものだと信じて、まずは魂が喜ぶ道を選ぶ。それが INFJ らしい生き方なんです。サイン46、目に見えない流れを感じている。幽霊が見えるとかではなく、運命とかご縁とか目に見えないつながりを大切にする感覚を持っています。INFJ はこの世界には物質的な次元だけじゃない、もっと深い層があると感じています。この出会いには意味があるとか、これは偶然じゃないとか、シンクロニシティ、意味のある偶然の一致に敏感なんです。例えば、今日この本を手に取ったのは必然だったとか、この人と出会ったのは運命だったとか、そういう見えない糸のようなものを信じています。科学的には説明できないけれど、INFJ にとってはこれらは非常にリアルな感覚なんです。僕も、今この人のこと考えてたら LINE が来たとか、そういうことがよくあるのだ。不思議なのだ。INFJ は目に見えないエネルギーやつながりに対してとても敏感なんです。だから、虫の知らせみたいな直感を信じたり、夢に意味を見出したりすることも多いんですよね。サイン47、バイよりエモさ、流行りのインスタ映えスポットより歴史を感じる路地裏や静かな海辺など、エモい場所に惹かれます。キラキラしたカフェや行列のできる観光地よりも古びた喫茶店や誰も知らない小さな神社の方が心惹かれるんです。写真映えよりも心に残るかどうかが大切で、 SNS でバズることよりも自分の魂が震えるような体験を求めています。夕暮れ時の誰もいない公園とか、雨上がりの石畳とか、古い映画館とか、そういう時間が止まったような場所やノスタルジックな雰囲気に説明できないほど強く惹かれます。他の人が何もないというような場所に INFJ は全てを感じ取ることができるんです。有名な観光地より地元の人しか知らないような静かな場所の方が心に残るのだ。そこにある物語を感じるのだ。INFJ にとって体験の質と深さ、そして物語性が何よりも大切なんです。派手さや華やかさよりも静けさや深み、そして心に響く何かを求めてしまうんですよね。サイン48、宇宙の話とかが好き。もし世界がシミュレーションだったらみたいな答えのない壮大な話を朝まで語り合える相手を常に探しています。哲学的な問い、例えば自由意志は存在するのか、意識とは何か、死んだらどうなるのか、人生の意味とはといった答えの出ない深いテーマについて延々と議論できる人を求めています。多くの人はそんなこと考えても無駄じゃんと言いますが、 INFJ にとってはこういった問いこそが生きる上で最も重要なことなんです。日常の雑談よりも存在の本質に迫るような会話の方がずっと価値がある。僕も宇宙の果てには何があるのとか、時間って本当に存在するのとか、そういう話がしたいのだ。でもみんな意味わかんないっていうのだ。 INFJ にとってこういう答えのない問いこそが最もワクワクする話題なんですよね。カフェで何時間も哲学について語り合ったり、夜通し人生について話し込んだり、そういう時間こそが INFJ にとっての至福なんです。サイン49、図書館や本屋が聖地、静かで知識が詰まっている場所が大好き。本屋に行くと独特の安心感に包まれませんか？図書館の静けさ、本屋の紙とインクの匂い、そして無限に広がる知識の世界。INFJ にとってこれらの場所は心の避難所のような存在です。一人で本棚の間を歩いているだけで心が落ち着いて、ここが私の居場所だと感じられるんです。他の人が騒がしいカフェやショッピングモールでリフレッシュする中、 INFJ は静かな図書館で本を読むことで心のバッテリーを充電します。本の中には現実では出会えないような深い思想や美しい物語や人生を変えるような言葉が詰まっているからです。僕も落ち込んだ時は本屋に行くのだ。本に囲まれてると心が落ち着くのだ。なんでだろうなのだ。それは本という他者の思考に触れることで孤独が癒されるからなんです。古今東西の偉人たちの思考に触れることで時空を超えた対話をしているような感覚になる。だから本屋や図書館は INFJ にとってのパワースポットなんですよね。サイン50、燃え尽き症候群になりやすい。そして最後、他人のために頑張りすぎてある日突然プツンと糸が切れたように動けなくなる。燃え尽き症候群は INFJ にとって切っても切れないセット商品のようなものです。共感力が高く、他人の痛みを自分のことのように感じてしまう INFJ は気づかないうちに膨大な感情的負荷を背負っています。
友達の相談に乗り、家族の世話をし、職場では誰かのフォローをし、常に誰かのために動いている。そして自分の限界に気づかないまま走り続けて、ある日突然、ベッドから起き上がれなくなったり、何もやる気が起きなくなったり、涙が止まらなくなったりします。これは甘え、でも怠け、でもなく、心と体が発する、もう限界です。という SOS なんです。50個全部終わったのだ。僕は43個も当てはまったのだ。でも、最後の燃え尽き症候群は本当に経験したことがあって辛かったのだ。でも、今こうして話せているということは、そこから回復できたんですね。それは本当に素晴らしいことです。燃え尽きを経験した INFJ は、その後、自分を大切にすることの重要性を学ぶことができますからね。ここまで50のサインを全てお話ししてきました。あなたはいくつ当てはまりましたか？もし30個以上当てはまっていたなら、あなたは間違いなく INFJ の気質を持っています。そして、覚えておいてほしいのは、これらの特徴は、欠点、じゃなくて、個性、だということです。生きづらいと感じることも多いですよね。考えすぎだよ、って言われて傷ついたり、周りに馴染めなくて孤独を感じたり、でも、あなたのその、深さ、優しさ、は、間違いなく才能なんです。自分が INFJ であることをもっと誇りに思っていいんだって思えたのだ。本当にそうです。あなたがいるおかげで救われている人が必ずいます。だから、無理に周りに合わせようとせず、あなたのままでいてください。もしあなたが今、孤独を感じていたり、自分は変だって思っていたりするなら、思い出してください。あなたは一人じゃありません。世界中に、同じように感じている INFJ がたくさんいます。この動画を最後まで見てくれたあなたも、きっとその一人ですよね。これがボーナスの51個目のサインです。ここまで深く自分をしようとする探求心こそが INFJ の証ですから、コメント欄で、私は50個中0個当てはまりました。って教えてください。そして、あなたの、これぞ INFJ というエピソードがあれば、ぜひシェアしてください。きっと、同じように感じている人がたくさんいるはずです。僕もコメント欄でみんなのエピソードを見るのが楽しみなのだ。特に、ドアスラムの武勇伝とか聞いてみたいのだ。それはちょっと怖いけど、気になりますね。私も楽しみにしています。それでは、今日の動画はここまでです。最後まで見てくれて、本当にありがとうございました。次回も、MBTI について深く掘り下げていきますので、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。